一言で日本映画の状況を表すのは大変難しいと思います。若い映画を志す人たちはまず海外の映画祭に出すことを目標にする。僕の頃は考えもしなかったことですけど、で実際その中の何本かは完全に学生が撮った自主制作であるにもかかわらず海外の映画祭に出て評価されるというようなことが実際起こっているわけですね。でそれはそれ素晴らしいと思いますが、最初から作家を目指し作家として評価される人たちと、一方で商業映画は商業映画で全然別なシステムで小さいながら循環している日本の商業映画のシステムと作家的に大変評価されたり意欲的に撮ったりしている人たちとは完全に分離してしまっているなという、それでいいのかしら。分離したままお互いが好きなことをやっていってどちらも日本映画ということでやっていくんであればそれはそれでいいのかもしれませんけど、あんなすごい才能がある若い監督がいても、絶対に商業的な企画をやることはない。逆もそうで大変面白い企画で面白い漫画の原作とか、いやこれやるようによっては大変面白くなりそうなのに、誰とは言いますがどうしてこんな監督でやるんだっていう、その監督でやれば非常に安定した破綻のない作品になるからということで重宝されたりしてっていう、若い才のある作家たちも商業映画にはもう見向きもしない。僕はあまりそれが面白い状況とは思いません。いつもこれは話題になるんですけど、非常に商業的なものと作家的なものを合わさればどんなに素晴らしい作品ができるかって、それを実践しているのは韓国映画がいつもモデルになるんですが、この話韓国の人にするといや日本映画が羨ましいって言うんですよね。商業的なものに一切とらわれず本当に作家的なことがやれてるのは日本で、韓国は作家的なことをやろうとしてもやはり商業的なものにとらわれるし、商業的なものを取っていてもなんか映画祭に出そうかっていう変な作家性がそこに入ったり、実は日本みたいに完全に分離した方が作る方としては本当純粋に映画ができて羨ましいんだと韓国の人は言うんですよ。だから韓国映画をお手本にするのか反面教師にするのか、非常に難しい。個人としては商業的なものと作家的なものはやはり一緒にしたいと思っています。僕の中では相反するものではないので、世界の映画の歴史を見てみると商業映画であり作家映画である大傑作っていくらでもあるわけですね。日本映画の歴史でもみんなそうですよね。小津にしても黒澤明にしても溝口健二にしても大島渚でさえあれ商業映画ですからね。だから作家主義的なものと商業主義的なものは最終的には絶対共存して、その共存する瞬間こそ大傑作が生まれると僕は信じているので、日本映画でそういうものに向かっていく土壌が今のところないのが大変残念だというのは僕の認識です。